こんばんは。読んだ本について語る本のひととき。ラジオ感覚でゆっくり聞いていってください。今回は大学生や春から就職する方におすすめの本、そしてこれから映像化される本など、今の時期におすすめしたい本を5冊紹介していきます。まず1冊目は朱川湊さんの花まんま。こちらの本は単行本が2005年、文庫本が2008年に出版されていて、2005年上半期には第133回直木賞を受賞された作品です。今月は下半期の直木賞が発表されましたしね。今回は直木賞受賞作品で映画化前ということで、この本を選びました。この花まんまは文庫本も15年以上前の作品なんですが、今年の4月に鈴木亮平さん、有村架純さん主演で映画化されています。表題作花まんまを含む全6編からなる短編小説で、大阪の下町を舞台に子供の頃の不思議な体験を大人になった主人公が語るというお話になっているんですね。ちょっとした人間の怖さもあったり、喜びとほろ苦さ、懐かしさを含んだ物語です。読んでみて思ったのは、好みは分かれるかなというのが印象です。私は一章のトカビの夜とこの表題作の花まんまが好きでした。読料感に寂しさや切なさがありつつも、もっと読みたいなと思わせられるお話でしたね。作品全体を通してノスタルジーを感じる世界観で、街並みだったり物だったり懐かしさと、またそれだけではなくて差別や貧困といった影も感じられます。私は年代や土地的にもこの作品とは被っていないんですが、それでもなぜかこの世界に懐かしさを感じられて、自然と情景が浮かび上がってくるんですね。短編花まんまは、父を亡くし母と2人で大切に育ててきた妹が、ある日突然大人びた言動を取り始め、自分は誰かの生まれ変わりなのだと言い出し、前世の記憶を持つ妹と現世の家族を守りたい兄の物語となっています。私も兄と妹という2人兄弟なので、自分の兄もこんな思いを持っていたのかなとか、兄ってこういう存在なんだなと思いながら読み進めました。この作品は文庫本でも60ページほどしかなくて結構短いんですが、映画ではこの原作をそのままにさらにストーリーを膨らませているそうなんですね。このお話は切なさに胸がキュッとなる場面もあるんですが、家族愛や兄弟愛に満たされます。映画を担当された監督さんは、そしてバトンは渡されたを手掛けた前田哲さんという方でして、長年出版社に提案し続けて、やっとこの映画化を実現されたそうなんですね。監督さんにとってもそれだけの思い入れのある作品ということなんですかね。映画化が楽しみな作品です。2冊目は小野寺文則さんの街。2022年に文庫本が出版されています。前作には人という作品がありまして、こちらは2020年の本屋大賞で2位を受賞されています。この人街はシリーズなんですが、同じシリーズで家というのがありまして、こちら来月の7日に発売されるんです。まだ読んでいなかったのですごく楽しみにしています。このシリーズは主人公はつながっていないんですが、土地やお店や
中に登場する人などのつながりもちらっとありまして、それも楽しみの一つなんですよね。今回はシリーズの文庫本発売を前にこの街を紹介したいと思います。この作品は火事で両親を亡くし、自分のせいだとずっと胸の内に秘めながら祖父に育てられてきた青年が、祖父から東京に出ろ、人を守れる人間になれと背中を押され、高校卒業後、上京してアルバイトをしながら、地元ではない世界、人を知りながら成長していく物語です。この作品はもうとっても優しい気持ちで満たされます。作中では大きな展開というのはなくて、日常が静かに流れていくんですね。今作はこの祖父の存在が結構大きくて、その言葉の一つ一つが孫を思う気持ちにあふれていて、深く心に染みてじんわりと涙がにじんできます。主人公の俊一というんですが、東京での暮らしに少しずつ慣れてきて、初めての街がだんだんと親しみのある自分の街、帰る場所になり、アパートの住人たちやアルバイト先の人たちとの関係を築いていく姿というのが平凡ではあるんですが、ほっとする優しさがあります。そしてそんな関わりの中で自分の気持ちと向き合いながら進む道を模索していく姿もまた良かったです。この主人公は人もそうなんですが、とっても素直で誠実な人物なんですね。一見ぶっきらぼうな感じにも見えるんですが、淡々と話している中にもちょっと楽しさもあって、この小野寺さんの描くテンポの良さが私は好きですね。私も何度か住む土地が変わってきて、家の周りの人たちとのつながりというのも薄かったし、いらないなと思っているところもあったんですが、この作品を読んでいると、実家とは別に自分の帰る場所があると思えるのはいいなとちょっとね、羨ましさも感じてくるんですね。この作品は一文一文も結構短いんですが、会話が多くて、ページのほとんどがその短い会話で綴られている箇所というのが多いんですね。これが素朴でちょうどいい距離感というのか、近すぎず、でもちょっと打ち解けようという気持ちが見えるというか、なんてない会話なんですね。ゆっくりと関係性を紡いでいく感じがあって、心に染みて心地よい読量感があります。人、街ともに好きな作品で、特に大学生やこれから社会人になる方、日々の忙しさに追われている方にぜひ読んでほしい作品です。そしてシリーズではないんですが、小野寺さんの作品にライフという本もありまして、このねシリーズと同じアパートが登場しているので、こちらもね合わせてぜひ読んでみたいと思っています。3冊目は加納智子さんのカーテンコール。これはもう高校生、大学生の方におすすめしたい作品ですね。卒業を控えた今こそ読んでみてほしいと思い、今回選びました。私は大人になってだいぶ経ってから読んだんですが、辛いと思った時、逃げ出したいと思った時、お守りのように支えてくれた本です。あらすじを紹介します。閉校が決まった私立萌木女学園。単位不足の生徒たちを何とか卒業させるべく、半年間の特別講義合宿が始まった。集まったのはコミュ障、寝坊癖、不女子、食いしん坊と個性豊かな落ちこぼれたち。寝食を共にする寮生活の中で、
彼女たちが抱えていたコンプレックスや学業不振に陥った意外な原因が明らかになっていく。生きるのに不器用な女の子たちの成長に励まされる青春連作短編集です。主な登場人物は訳ありな女学生たちと寮生活を共に送る理事長です。この理事長が一人一人の生徒の生きづらさの原因と向き合う6編からなっています。時には自分だけの問題ではなくて、家族や周りの人たちとの関わり方によっても心に深いストレスを抱えることになるというのがね、作中でちょっと綴られているんですね。社会に出れば一人暮らしを始める必要も出てくるかもしれないし、もっと多くの人たちと関わることにもなります。その場の軽い気持ちで発せられた言葉で傷つくことも幾度となく訪れるかもしれません。そんな時どうすればいいのか、そんなこれから訪れるかもしれない自分を脅かすものへの立ち向かい方や、自分が抱えている問題との折り合いのつけ方、生きるための考え方を教えてくれる一冊です。作中の第2章に萌え木の山の眠り姫という章がありまして、寝坊癖のある女の子が主人公なんですね。そこに私は嫌なことがあると逃げるんだ、シャッターを下ろすみたいに全てを拒絶して眠りの世界へと逃げ込んでしまうという言葉があるんですが、もう私はここにすごく共感しました。私も頭がパンクしそうになった時とか、嫌だなって思ってることが待っていると思ったり、緊張とかがあると眠いと思っていなかったのに意識を失うようにパッと眠ってしまっていて、自分の中で私今シャットダウンしたって思うことがあるんですが、この本を読んだ時にやっぱりそういうことって他の人もあるんだと思って、仲間を見つけた気持ちになりましたね。で、この作品はなんで自分はこんなにダメなんだとか思い悩んでいた頃の自分に教えてあげたいくらい分かってほしかった、かけてほしかった言葉をくれる本です。そしてこの理事長は淡々とお話しされる方なんですが、彼の言葉は結構ストレートで、それでいてユーモアも含んでいて、言葉がねスーッと入ってくるんです。で、中盤では理事長の言葉がもうとっても胸に刺さります。その中の言葉に、もうダメだ、耐えられないと思った時、自分の足で逃げられる力を今のうちに育ててくださいというものがあるんですね。この後に続く言葉にももう胸がいっぱいで、何度も何度も読み返して力をもらいました。今を一生懸命生きている人みんなに当てはまる言葉ではないかなと思います。この本の解説は1万円選書でご存知の方もいらっしゃるかもしれないですね。北海道にある岩田書店の店主、岩田徹さんが担当されています。私も何度か応募しているんですが、なかなか当選できず、他の方の選書を見ていいなと思いながらこの本を知ったんですが、そんな岩田さんが1万円選手を始められた経緯などもお話しされているので、解説もぜひ読んでみてほしいです。これから卒業して社会に出る方や新しい道を進む方にぜひ読んでほしい。何かを覚えるだけではない学びを教えてくれる一冊です。5冊目は加藤翼さんのバニラな毎日。こちらの作品は加藤翼さんのデビュー作で、続編となるバニラなバカンスも文庫本で出版されています。楽しみながら時にしんみりほっこり癒される作品です。先週1月20日から
ドラマの放送が始まっていて、月曜日から木曜日まで1話15分の週4回放送されているんですね。結構たくさん放送されているので、まだ今からでもたくさん見れます。夜の10時45分から放送されているので、仕事で疲れた時やちょっと息抜きに見てみるのもいいかもしれません。この2冊は本のページ数的にも2冊とも220ページほどとそれほど多くはないので、ちょっとした時間にも読みやすいのではないかと思います。この作品は閉店が決まった洋菓子店で、店主と常連客のマダムがお菓子教室を始めることになり、一歩を踏み出す勇気がなかったり、子供が心配なあまりに進む道を見つけようと一生懸命だったり、失恋の連続に落ち込んだりと、そんな悩みを抱えた人たちを生徒に迎え、お菓子作りとともに心が和らいでいく物語となっています。このマダム、佐渡屋さんというんですが、とても素敵な人物で、いいキャラしてるんですよね。佐渡屋さんの陽気さというか、周りまで巻き込むくらいの快活な明るさと、ちょっと癖の強い性格に元気をもらえます。癖は強いんですが、決して頑張れとかそういう言葉をかけるのではなくて、そばで一緒に楽しんでくれる人という感じなんですね。で、かけてくれる言葉がそっと心に染み渡るんです。頑張りすぎたり、周りに気を使いすぎたり、一生懸命に生きているからこそ疲れてしまった生徒たちの気持ちというのは、身に覚えがあるなぁと共感する人も多いかもしれませんね。私もそうでした。そして本の中には様々なスイーツが登場するんです。私はもう洋菓子大好きなので甘い気持ちで読みました。で、読んでいると食べたいのはもちろんなんですが、ちょっと作ってみたいなとも思えてくるんですね。そんな方のために文庫本の最後には一部作中で登場したスイーツのレシピもついています。バニラなバカンスの方がちょっとレシピが多くてワクワクするんですね。著者の加藤さんは国産小麦粉を使った体にいいレシピや天然酵母のパンのレシピを研究されているんだそうで、作中にはそのお菓子作りが結構丁寧に詳細に描写されています。作中で悩みを抱えた人たちがお菓子作りや自分で作ったスイーツを食べて少し前向きに心がほどけていく姿は自分と重ねながら、その時間は疲れた日々の癒しになることを改めて実感しました。私も仕事で行き詰まった時とか人間関係でモヤモヤした時に夜な夜な突然お菓子作りを始める時があるんですね。で、出来上がった時のいい香りにそれまでのモヤモヤがどうでもよく思えたり、なんとかなるなって思えたり、スーッと気持ちが軽くなるんですよね。そして次の日の朝にも楽しみがあるので、それを思うだけでもちょっといい気分転換にもなります。ぜひ日々頑張っている人に読んでみてほしい作品です。おやつを準備して読んでみてください。そして気になった方はバニラなバカンスも合わせておすすめです。佐渡屋さんの素敵なキャラがもっともっと楽しめます。5冊目はキム・ホヨンさん、役を米津徳也さんで不便なコンビニ。こちらの作品は2023年に日本語版が出版されていて、昨年2024年の本屋大賞翻訳小説部門では第3位となっています。軽ヒーリング小説という
ジャンルを確立した作品でもありまして、癒しや救いを描いた作品のことを指すんだそうです。著者は2013年のマン・ウォンドン・ブラザーズで世界文学賞を受賞されているんですが、その後はね、ちょっとなかなかヒット作に恵まれなかったそうなんです。そんな中でこの不便なコンビニが電子書籍から人気に火がつき、今では韓国で100万部超え、シリーズ累計では150万部超えとなるベストセラー作品なんですね。で、韓国では2022年にはすでに2が出版されていて、私もこの1を読んでからね、2をもう今か今かと待っていました。ついに来月2月27日に不便なコンビニ2の日本語版が出版されます。いやー、楽しみです。ぜひね、この2の出版の前に1を紹介したくて今回選びました。この物語の舞台はソウルの下町。物語は亡き夫の遺産で建てたコンビニオールウェイズを細々と営む元教師のヨムさんが、駅でなくした財布を拾ってくれたホームレスの男トッコと知り合うところから始まります。このトッコさんは記憶をなくしていて、たどたどしいんですが、とっても誠実な人なんですね。そこでヨムさんはその人柄を見込んで深夜シフトの店員として彼を雇います。このトッコを軸に生きづらさを感じているコンビニ店員やお客さんたちが悩みながらも自分らしさや家族との関わり方を見つめ直したり、人生を模索するヒューマンドラマです。8編からなる連作短編小説で、オーナーのヨムさんをはじめ、公務員試験を目指すアルバイトの女性や、家庭でも職場でも居場所がない男性、夫が出て行き息子は引きこもりになり、不満や苛立ちを日々抱えた女性など、年齢も境遇も違う登場人物たちのそれぞれの生きづらさが綴られています。どこかその悩みに共感できて、人とのつながりや交流が温かいものであるということを改めて教えてくれる一冊です。物語としては青山美智子さんの作品に近いかもしれませんね。ほんのり未来への光や道しるべ、温かさを感じられる物語なんです。あとはコンビニというキーワードもあって、町田園子さんのコンビニ兄弟1の雰囲気もありますね。この韓国小説をこれまで何冊か読んできたんですが、その中でもこの本は文章も構成もとっても読みやすいです。馴染みがあるというのもあるかもしれないんですが、心情や情景が目に浮かびやすくて、感情移入しやすい雰囲気があります。このトッコさんは、つっかえつっかえ言葉を切って話すんですね。で、たどたどしいから直接的な言い方をしたりするんですが、これね、もうその場にいたらぎょっとしてしまいそうな、ちょっとお客さんに対してそういう言い方はちょっとみたいなのあるんですが、そこにもちょっとクスッとさせられるような面白さもあります。で、それが読みにくいと思う人もいるかもしれないんですが、私はね、この読みにくさというよりも逆に素直さとか率直そうという印象が持てて、トッコさんの人柄を引き立てているかなと思いました。学歴や仕事といった面での韓国社会に触れながらも、コンビニ商品など馴染みのあるものだったり、こんなものがあるんだって興味を持ってたり、馴染みがあるようで知らなかったことを知れるという楽しさもあります。
この本とても読みやすくて、韓国のコンビニ商品だったりも描かれているので、韓国語の教材としてもね、おすすめされている商品なんだそうです。実は私もこの韓国語版を購入しまして、韓国語で小説を読めるようになりたいと新しい目標を立てました。この韓国語版のカバーがね、また可愛いんですよね。ちょっと無謀とも思えるほど先はだいぶ長いんですが、ちょっとずつ読んでいきたいと思っています。この作品は初めて韓国小説を読むという人や、これから読んでみたいという人、そして何かうまくいかないなと思っている人におすすめの作品です。ということで、今回は今の時期に読んでほしい本を5冊紹介しました。気になった方はぜひ手に取ってみてください。韓国小説の不便なコンビニの紹介の時にちらっとお話ししたキム・ホヨンさんのマン・ウォンドン・ブラザーズもすごく興味がありますね。この物語は真夏のマン・ウォンドンの屋根裏部屋で繰り広げられる30代のニート、40代の家族の仕送りをしながら一人暮らしをするお父さん、50代の熟年離婚男などヘタレ男たちによるドタバタエピソードとあるんですね。ちょっと暑苦しそうな男たちの物語ってなんか楽しそうだなと思ってなんですが、日本語訳の本はないみたいなんですね。2013年に出版されているので、日本ではまだ韓国小説というのが馴染みがなかったのかもしれないですね。韓国語を勉強して読めるようになりたいと思っているんですが、世界文学賞も取っていますし、英語版もあるのかな。ただ韓国語版の本すらどこで売っているのか見つけられてなくて、本屋さんでお取り寄せしてもらえるのかなと探し中です。ぜひこちらの方も気になった方は一緒に探してみてください。今回も最後まで聞いていただきありがとうございました。